水槽立ち上げ1日目、180日目。どうも、ズボラアクアリストのしゅんです。この水槽は立ち上げから180日が経過した CO2 添加なし、フィルターなしの60センチ水槽です。今回紹介したいのはこの水草たちです。見ていただいてわかる通り、だいぶ伸びています。特に水面まで伸びているのはロタラロトンディフォリアです。立ち上げ当初からするとかなり成長しました。立ち上げ当初の様子がこちら。植えたばかりの時は弱々しい姿をしています。それが今となっては立派に育ちました。この180日の間にトリミングは一度もしていません。逆に言えば半年かけてやっとここまで大きく成長してくれました。定称は砂利を使用していて、肥料などは何も入れませんでした。それもあってか、最初は全然大きくならなくて心配したんですよね。やっぱり砂利には何も栄養が含まれていないみたいです。でも魚たちの排泄物が180日という期間の間に肥料となり、最近はぐんぐんと水草が成長するようになりました。成長したら下でこのありさまなんですけどね、盛大に放置してしまいました。今日は重い腰を上げてバッサリトリミングしちゃいたいと思います。せっかく迫力が出てきたのに切りすぎるのも切ないので、今回はこの辺りでカットしていきましょう。アクアリウムをしておきながらなんですが、ジャボジャボ手を突っ込みたくないので水を抜きました。これで水に手をつけずにカットしていけます。伸びきった水草をまとめて切るのも気持ちいいと思うんですけど、1本ずつ切るのが僕は結構好きです。バッサリいっちゃうとたまに植え直しできないような短いのも出てきちゃうので、もったいないなって思っちゃいます。なのでできるだけ長く切って1本も無駄にしたくない、貧乏症が出ちゃってますね。どうでしょう。だいぶカットしたのですっきりしましたね。左手前にあるハイグロフィラポリスメルマはもう少しだけカットせずに置いとこうかなと思ったのでそのままです。豊作豊作。少し短いのもありますが、植えるには十分な長さです。だいたいトリミングした後はトレイを用意してそこに並べますが、なんせズボラアクアリストですから水面に並べて再度植えていきます。この背面はロタラで埋め尽くしたいです。今のところはまだまだスカスカなんですよね。もともとこのロタラエリアにはまんべんなく植えていたんですが、左の方が成長が遅く、ちょっと左の方のボリュームがないので、今回は左中心で植えていきましょう。新しく出てきてくれた芽なので多分順調に育ってくれると思います。育ってくれれば全体のバランスも良くなるはず。ここでこの水槽について少しおさらい。先ほどお伝えした通り、定称は砂利を使っています。ケイ砂と大磯砂の2種類で、ケイ砂の上に大磯砂を引いてます。栄養が含まれたソイルとは違い、何も含まれていないので、面白いくらい最初は水草が育ちませんでした。過去の動画を見ていただいたら、ちょっとずつしか伸びていないのが分かっていただけると思います。ただ、どこかでサイクルが回り始めて、魚たちの排泄物が肥料に変わりだしたんでしょうね。一度スイッチが入ってからは、すごい勢いで水草たちが伸び始めました。最初はボリュームがなくて寂しい気持ちもあるんですが、この水槽の成長過程を見ることができるのが何よりも楽しいです。よし、完了しました。高さが揃ったのでかっこよくなりましたね。ここからどれくらいのスピードで伸びていくのか気になります。少し観察してみましょう。
どうでしたでしょうか？季節も暖かくなってきたからですかね。伸びるのが早いです。もう水面まで来てしまったので、またトリミングしないといけないですね。ただ、もう少し様子を見たいということにして、トリミングはまた後日ということにしておきましょう。カットした下の部分からは新しい芽が出てきてくれています。これで新しい芽が出てこなければ成長が止まってしまうので一安心です。これがまた伸びたらカットしてまた植え直してどんどんと水草を増やしていきたいです。本日は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。